毎日勉強してるのに上達している気がしない。そんな人いませんか？それはスマホのせいかもしれません。スマホっていうのは上手に使えばみんなの最高の道具になるんですけど、使い方を間違えるとみんなの日本語っていうのは全然上達しないんですね。これ僕も英語の勉強をしてて同じ経験をしました。今日はですね、難しい説明とかはみんな嫌だと思うんで、スマホが日本語の勉強をどう邪魔してるのかっていうのと、僕がやってるスマホの上手な使い方っていうのを僕の経験と一緒に話していきます。これみんなも絶対関係することなんで、ぜひ聞いてください。まずこのスマホで勉強するときに一番問題になることっていうのが勉強した気になってしまうことです。これほとんどの皆さんに当てはまると思ってて、僕が英語を勉強するために語学留学をしてた時に、毎日ね、達成感はあったし、やってるっていうつもりだったんですけど、なんか全然伸びない時期があって、で、やり方が間違ってるのかなとか、結構悩んだわけですよ。でもなんか、ある時ね、ふと気づいて、時間を計ってやってみようって思ったわけですよ。それで、時間を計ってやったんですけど、でその測った日は休みの日だったんで、授業もないので、一日中勉強に時間が使える日だったんで、それでいつも通りやって、ちゃんと勉強に集中してる時以外は、タイマーを止めながら一日中やったわけなんですけど、で、体感的には7時間とか8時間やったつもりだったんですけど、いざね、結果を見てみると4時間半だったんですよ。ちょっとびっくりしたんですけど、その時。だから結局残りの時間とかは、スマホで他のことを調べたりとか、なんとなく英語の音声を流してるだけだったりとか、だから僕は一生懸命やってるつもりだったんですけど、全然できてなかったんですね。はい。これは結構みんなにも同じことが起こってると思ってます。で、まずスマホを触りながら日本語の音声を流してても、勉強してるっていう感覚だけ残るんですよ。でも実際に頭に入った量っていうのはほとんどゼロに近いと思ってて、時間は使ったし、それなりに疲れるわけですよ。でも何にも残ってないんですね、頭に。あとは皆さん、コメント欄を見ながら日本語の音声を聞いたりしてませんか？コメント欄を見ながらやってると、音声は耳に入ってるけど、でも、さっきなんて言ったって言われたら答えれますか？多分答えられないと思うんですよ。これは、ただ聞いたっていうのと、ちゃんと頭に入ったっていうのは全く別のことなんですね。これっていうのは、みんなの母国語でも同じことが起こります。母国語でも答えられないことをみんなが勉強してる言語で答えれるわけがないじゃないですか。僕も英語でね、動画見てるときによくコメント欄とか見てるんですけど、やっぱ動画終わった後とかにほとんど何にも覚えてないんですよ。コメントに集中とかしちゃって。だからコメント欄を読む勉強をしてしまってるんですよ。コメントを見ながら勉強したつもりになってても、結局それはただ音が流れてた時間であって、勉強した時間ではないんですね。あとは、動画を開いた後におすすめ欄って出てきますよね。他の動画。それをスクロールしながら次の動画にどんどん進んでいってる人いませんか？それで気づいたらね、日本語の勉強じゃなくて自分の国の動画を見てたりする人いるんじゃないでしょうか。僕はめっちゃそれありました。はい。でもちろんその動画がとんでもなく退屈なら他の動画に行けばいいんですけど、スマホっていうのはスロットマシーンと同じだと思ってて、みんながスクロールするたびに次に面白いものが出てくるかもしれないっていう感覚ありますよね。そのかもしれないっていうのがどん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 次の動画に行ってしまう原因になってて、でも結局頭には何も残ってないんですよ。で、こういうことをやってると
内容も頭に入らないし、日本語の勉強も全然集中できないんですね。で、気づいたら1時間、2時間って経って、もう得られたものもほとんどない。はい、これは昔の僕のことなんですけど、みんなもそういう人いるんじゃないでしょうか。だから一人の話をじっくり聞くとか、それだけでね、1時間いろんな動画を見るより、はるかに多くのものが残ります。で、次に僕が実際にスマホで勉強するときにやってる対策なんですけど、こんなに失敗してきた僕でもできたことなんで、簡単なんでみんなも1個でも取り入れてやっていってほしいんですけど、で、まず一番やってほしいことが、時間を計ってやってみてください。僕は集中してリスニングとかをしたいときは、タイマーのアプリを使ってます。それで60分とか90分とか刻みでリスニングをしてて、それで通知が来たら10分とか15分休憩して、それを何回か繰り返すっていうことをやってるんですけど、で、この休憩時間は何もしないです。目をつぶったりとか歩いたりとかはするんですけど、スマホは絶対見ずに、特に SNS とかは見ないでください。これやるだけで結構勉強時間が増えて、めっちゃいいんですけど、だからとりあえずタイマーを使って一回勉強してみてください。これ本当に自分がどれだけ勉強してないかっていうのがわかると思います。なんでこれは一回やってみてください。で、次が画面を白黒にするですね。これをするだけでスマホへの興味っていうのが自然と薄れます。だからスマホがただの道具に見えてきて、集中力が全然変わるんですね。だから YouTube とかも自然に集中して聞くことができます。嘘だと思ったら一回やってみてください。結構変わります、これは。あとは、一番簡単かもしれないんですけど、YouTube で勉強するときは動画を全画面にしてください。こうすることでね、コメント欄もおすすめも見ずに、その動画だけを見ることができます。これめっちゃ簡単なんですけど、結構集中力変わるんで、これもやってみてください。あとは、歩きながら聞いたりもしてますね。ポケットにスマホ入れて、イヤホンで、聞いたりとか、だから画面を見ずに散歩しながら、リスニングの勉強とかもしてます。こういう音声中心の動画っていうのは、画面を見なくても動画は成立しますよね。チャレンジできそうな動画とかがあれば、その動画を見ずにリスニングの練習もしてみるといいと思います。結局現実の会話って字幕がついてるわけじゃないですよね。もちろん字幕を見て勉強するのはいいんですけど、ある程度慣れてきたら字幕なし、だから画面を見ずに勉強するっていうのも徐々に取り入れていくと、みんなの日本語力っていうのは変わっていきます。だからこういうのも試してみてください。じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。